どうもワールド3315です、リクエストもありました今回からホーリーのセッティングが入っていきたいと思います。まずはベーシックセッティングっていうことでホーリーキャブを買ったまんまの状態、それでポンとV8 エンジンに乗っけてセッティングをしていくっていうやり方をします。それで後々パーツを交換してチューンアップしながらエンジンに合わせていくっていうやり方もご紹介していこうかと思っております。まずはやり方ですね。まずはフロートレベルを調整いたします。フロートレベルはここの覗き穴でガソリンの高さを見ながらこのナットで調整いたします。まずはこの覗き窓を開けていただきます。そうしますとガソリンは中にフロート浮きがありまして、それが上げ下げをしてこのガソリンを適正な高さに合わせる。ここの高さというのはですね、ここからドバドバガソリンが出てしまうようではちょっと高すぎです。それでここの、ギリギリのところから僕はだいたい1ミリ下ぐらいを意識しながらフロートレベルを合わせてます。で合わせ方なんですけども、まずは8分の5のスパナが必要です。それと、マイナスドライバーですね。ちょっと短いのでやりますけども、このナットを締めていきますと時計回りですね。そうしますとフロートレベルは下がっていきます。そしてこのナットを緩めていきますと、こっちの緩める方向ですね。そうしますと、フロートレベルは上がっていきます。このフーエルボールの、構造としましてはこうですね。これちょっとフーエルボールひっくり返してます。そしてナットを締めると下がる。そして緩めると上がる。これちょっと逆でひっくり返してます。締めると下がる。そして緩めると上がる。このマイナスで回すボルトです。これはロックになってます。そして最初に8分の5をここに入れまして、緩めて動かす。そして一回一回締める。で緩めて動かす。それで締める。そういうような感じでやっていきます。まずフロートレベルが低い車体を揺らしてガソリンが出てこないような状態。そうしましたらフロートレベルを上げてあげなくてはいけないので、ここのナットをですね緩めてフロートレベルを上げるんです。それにはまずロックのボルトを緩めてナットも緩める。そして一回一回締める。これ一回一回締めるっていうのは、これ開けた状態でエンジンかけてる状態でやってますと
これを緩めた時点でここからガソリンがピューピュー吹いてきます。それを防止するためなんですけども、慣れないうちは一回一回エンジンを止めてやった方がいいかもしれないです。エンジンを止めて、あれガソリンがここから出てこないなと思いましたら、緩めてこうですね。で一回一回ロックしてください。そして今度はガソリンがドバドバ出てしまう、その場合は一回蓋をしていただいて、エンジンを止めた状態で緩めてから、今度は時計回り閉める方向ですね。それで一回一回閉める。そしてこの注意点なんですけども、これをですねこう外していきますと、ここにですね各ガスケットが入ってます。でこれがガソリンで濡れて結構柔らかくなります。でこれをこすっちゃいますと、これがボロボロになって今度はガソリンが止まんなくなりますので、できればちょっと多めにロックボルトは緩めていただいて、ちょっと多めにですね、多めに緩めていただいてから動かすっていうことを意識された方が、このガスケットが長持ちします。もしやってて最悪もう切れて、こんなガスケットないしどうにもならないなっていう時に関しましては、どっかその辺にある厚紙でとりあえず応急処置はできますので、そこら辺は大丈夫だと思います。そしてこれの合わせる基準なんですけども、僕はだいたいこの覗き窓から1ミリ下ぐらいを意識してます。確認としましては、合わせてからちょっと車体をドーンと揺らしてあげますと、タポって出るぐらい、そのぐらいでいいと思います。それも、こちらセカンダリーの方も同じようにやっていただくようになると思います。同じ感じでいいと思いますね。そんなにシビアではないです。ただやっぱり多すぎるとおかしくなります。で少なすぎるとなんかこうパンパン言ったり、なんか吹けないなとか、そんなことがありますので。次にアイドルミクスチャーを合わせます。でアイドルミクスチャーなんですけども、最初にですね、前平にしてください。そしてそこからですね、半回転と1回転開けます。でよくネットとか見てますと1回転半開けてそこから合わせるってなってますけども、僕は1回転から始めています。それで、反対側の方も、1回転ですね。そしてアイドリングの方はですね、だいたい800から850回転ぐらい、そこら辺を合わせるようにしてます。そしてそこからですね、ここの、バキュームポート、ここに、バキュームゲージをつなげて、バキュームが一番強いところを探しましょうっていうことになってるんですけども、
そういうやり方もあると思うんですけど、まずそれも一つの目安でいいと思います。で、実際のところはそこちょっと違う部分もありまして、やっぱりもう一つは感覚的なものに頼るっていうちょっと難しい部分かもしれないんですけど、そんなのもあると思うんですね。目で見てバキュームゲージで合わせるっていうやり方はどうしてもそれに頼ってしまって、今度バキュームが一番強いのに決まらないと本当にちょっと頭の中パニックになってきます。で、そこでもう一つ意識していただきたいのが、エンジンが静かになるところですね。本当に一瞬だけ静かになって振動もビターってなくなってくるところがあるんです。そこをバキュームゲージ見ながらでも、それがなければなくても構わないんですけど、そこを探していくわけですね。バキュームが強くてアイドリングがふっと上がるところで、そこからちょっと若干いじっていくような感じになります。これはエーデルのキャブと同じで、まず最初に目いっぱい薄いところ探してみてください。まずは半回転締めてしまいますと、もうアイドリングガタガタしてきます。これも完全薄いです。そしてまた1回転戻しますね。で、次今度は半回転開けてってみてください。それだと全然多分わからないと思います。で、そこからまたさらに半回転開けていただくと、今度はぐずってきます。これは、おそらく濃い状態になると思います。これはエンジンの仕様によってだいぶ変わってくるんですね。例えばハードチューンしてるようなエンジンでしたらば、もう全然2回転3回転開けちゃっても大丈夫な場合もありますし、一般的なちょっと350のエンジンぐらいで考えていただくと、ちょっと2回転とか開けてると調子が悪いところが出てきます。そうすると、じゃあ1回転半から2回転の間で合うんだなっていう、そうしますと1回転から2回転の間でセッティングは出てくるんだなっていうようなことがなんか感覚的に分かってくると思います。そうしましたら、まず1回転半の状態にしていただいて、そこからですね、ちょっとずつ開けてっていただきます。それでどういう風になってくるか、例えばアイドリングがちょっと落ち込んできたなとか、何かちょっとかぶってきたような感覚があるなっていうのが分かってくると思います。そうするとまた1回転半に戻してください。で、今度薄めてってください。そういうような感じでどんどん範疇を狭めていきます。そして最終的にはちょっと開けたところ、1回転半からちょっと開けたところで、いいとこ出たなって、そうしましたらシフトを入れていただきます。で、シフトを入れた時にどのぐらいパーキングから、ドライブで回転数が落ち込むか、そこをチェックしてください。決まったなって思いましたらば、そこのところからだいたいちょこっと気持ち8分の1回転締めてるか締めてないかぐらいちょっと絞ってみてください。そうしますとふっと音が静かになるところが出てくるはずです。これちょっと左右均等にやっていただいて、ちょっとこの辺に関してもちょっとざっくりしちゃってるので、後日また細かく説明はしたいと思います。その次に加速ポンプの、調整に入ります。加速ポンプっていうのはアクセルを開けますと、ここですね、これが動いて、昔の井戸の手組みポンプみたいなこういう感じですね。これを押すと強制的にプライマリー側のフューエルシューターからガソリンをピュッと出す、
で強制的に送ってあげるっていうような、そこのところですね。ここの調整をしていきます。これはですね、ボーンと踏んだ時によくゴボッとこうなる、よくかぶるなんて言いますけど、あれかぶってるんではないです。ガソリンが単に薄いんです。要するにガソリンが足りない状態でゴボってなってるだけなんですね。だからこうかぶるなんて言ってるんですけど、あれはちょっとかぶってるっていうではなく薄い。でここの調整なんですけども、ここはですね、8分の3の、スパナ、そして僕は8分の3のこういったボックスを使ってます。でラチェット式ではなく完全に固定にしてます。ここはですね、8分の3の、スパナを下に入れます。そして上のナットをですね、これをこう締めていきますと、どんどん狭まってきて、こうガタが出ます。もうちょっと極端にやってしまいますとぐんぐん締めます。そうしますとこうガタガタになります。そしてここをですね、ちょっとこれこんなになって使い込んじゃってるんで見えないんですけども、0.015 インチの、シックスセンスゲージです。これがこうスッと入るようにでは、こうなんか他の動画で見てるとこれがこう入ったところがいいとこですよなんてやってると思うんですけど、それちょっと違うんですね。これその動画がすごくややこしいんで、これちゃんと説明します。まずはですね、アイドリングが決まった時点でここをですね、遊びがないぴったりに合わせてください。それにはですね、ガタがあるのでこれを伸ばしていきます。ガタを見ながら、まだガタありますね。とガタがあるのでもうちょっと締めていきます。これでぴったりです。ぴったりの状態でこう動くわけですね。そしてこの時にこのシックスセンスゲージがですね、ここにスッと入るかどうかです。スッと入って、この気持ちテンションがかかってる状態でスッとこう抜けるかどうかです。そこのところはちょっとさじ加減で、本当はここに何グラムとかやればいいんでしょうけども、ちょっとそれもさっぱりわからないので、これがスッとこう入って、こうテンションがある程度あって、でスッと抜ける。そしてここぴったりでこう動くという。ただしここはですね、注意点です。例えばアイドリングがちょっと低いんだよななんて思ってこうアイドリングを上げます。上げるとここのクリアランスって変わってくるんですね。上げると今度押し気味になってしまいます。そうしましたらこれを締めていきまして、そのクリアランスを調整してあげる。そして今度アイドリングが1000回転ぐらいでもうちょっと低くしたいんだよななんていう時には下げていきます。ぐんぐん下げます。で下げてしまいますとここにこうガタが出ます。だからそれもその都度調整をしてください。そうしますと開けた時にドーンといい吹き上がりがすると思います。まずホーリーを取り付けましたらば、最初に合わせるのはこのフロートレベル、油面調整ですね。これをプライマリー側とセカンダリー側、これ両方とも覗き窓からはみ出ないような感じで、覗き窓より1ミリ下ぐらいを意識していただいた方がいいと思います。そして次にですね、このアイドルミクスチャー、こちらの方でちょうど不圧の一番高いところ、バキュームの高いところを狙っていただいて、そこからちょっと微調整
でなければもう先ほどのように探っていくっていうような感じはトレーニングすればできるようになってきてしまうと思います。そして最後、意外とこれが重要です。このエクセレーターポンプ、加速ポンプってやつですね。でこれの、ここのクリアランスのセッティング、そしてアイドリングの高さとまたこの絡みっていうのをうまく合致させてあげることは、これは簡単にできることなので、アイドリングをいじったらここも確認する、そして合わせる。大体それでホーリーって基本動いちゃうんです。ドライブを入れて極力回転が落ちないところを狙ってあげるっていうような感じですね。そして今後は結構いじるところ、あとそのエンジンの特性に合わせてパーツを交換したりとか、そういうようなチューニングが結構ホーリーの場合は多いので、それがなんかかったるいなっていう感じではなくて、いやそういう風にやってガチッと合わせればいいんだ、逆にバチッと合わせられるんだっていうような感覚なので、エーデルブロックのキャブレターよりは正直いじるところも多いし、自分のオリジナルを作ることもできますので、結構このホーリー面白いです。思ってるよりも簡単です。こっちの方がおそらく簡単なのかな。メインジェットもニードルとかないですから、メインジェットの番号だけ上げれば濃くなる、下げれば薄くなる、そんなので徐々に解説していきたいと思います。よろしくお願いします。